じゃあここの接客の極意はそれってことですね。どうも大輝です。今日は札幌駅のすぐ近くの方にあるとある飲食店に行くんですけども、ここが接客態度日本一に輝いたっていう飲食店さんで、とある方から紹介してもらっていったので、このね動画のコンセプトでもある、美味しいだけじゃなくてその料理人の思いとか、どういったことをしているのかとかね、そういうこだわりっていう部分でもうまさになんかねぴったりの飲食店だと思うので、楽しみに行っていきたいと思います。もうすぐ着くと思います。この先進んだところにあるようです。高架下鴨志屋さん到着です。今営業時間前なんですけども、特別に入れさせていただくということで行きたいと思います。ここは入り口じゃなさそうですね。違うか、こっち側から入るのかな。こっち側っぽいですね。こちらでした。入らせていただきます。めちゃめちゃ同世代ですか。なんか安心しました。すごいですね。めちゃめちゃ若く見えますね。落ち着いてない人と落ち着いてる人かもしいやれない。いや、勘弁してくださいよ。一番落ち着いてないです僕。パイプ作りをしてくれてるってことです。そうですね。いや、したいなって思ってるっていう。めちゃめちゃ助かります。なんか僕らはそれがないので、直接僕らがプライベートというか仕事の合間縫って農家さんと交流して実際に来月6月ですけど、乳製品が全然消費できてなくって、それはなんとかしてあげたいねっていうのと、6月がちょうど世界牛乳月間って言われてるんですけど、みんなで牛乳飲もうっていうのを世界で動き出してて、じゃあそしたら僕らもそれにあやかってなんかイベントできたらいいねってことで、うち毎年6月最近、ここ3年4年目ですかね、中標津フェアって言って乳製品を使った料理をバーってここで出して、少しでも大人の人たちに子供の頃に飲んだであろう牛乳を飲んでもらうっていうのを今みんなでここでやってるんですけど、その中でいろいろ地域さんとか酪農家さんとかと交流して、今少しでもなんか農業と飲食をつなげていこうっていう仕組み作りもしてるんですけど、それは嬉しいですね。でもやっぱりなかなか仕事の合間縫っていくんで行けなくて、また中標津っていうと、いやこここからとめちゃめちゃ遠いんですよ。めちゃめちゃ遠いんですよ。高架下鴨志屋の田中辰徳です。よろしくお願いします。はい、今日営業前から営業中までちょっと撮らせてもらうので、ぜひよろしくお願いします。隅から隅まで見ちゃってください。接客に力を入れようっていうふうに思って、そういう活動というかそういうのはして全然しないです。最近その S1 取ってからなんかあるんですかみたいな、セミナーしてくださいとか、何かこう教えてくださいとか、なんかアドバイスくださいとか言われるんですけど、よくそういうセミナー多いじゃないですか。そうですね。これをやるならこういうことをやって、このプロセスはとか、僕全然ないっす。そういうのじゃないんだろうなっていうのは僕の中で。接客とかって例えばですけど、お袋の味ってあるじゃないですか。なんでお袋の味ってあるかって言ったら、要はお母さんの手料理が食べたいだけなんですよ。純粋に言うと、お母さんの手料理だから、これお袋の味だって言ってホッとするあの感情あるじゃないですか。例えばじゃあ彼女の手作りなんだよね、もう嬉しいじゃないですか。でも例えばそれが彼女が買ってきたコンビニ弁当だったとしても、誰が買ってきてくれたかで思いって全然違うじゃないですか。そこら辺の誰かが知らない人が入ってくれるのと、大好きな彼女がこれどうぞとかって言われるのだったら全然思いが違うっていうのと一緒で、僕がやってるのってそこをどうコミュニケーション取れるかっていうところだと思ってて、だから僕そのさっきの農家さんもそうなんですけど、直接行って自分の目で見て、直接その感情だったりとか姿勢とかっていうものを僕がインプットして、それをアウトプットしていくお客様に。例えばやって今日会があってめっちゃ今日具合悪そうだったんですけどって、自分が休んだらお客さんがすごい料理出てこなくて困っちゃうみたいな、少しでも美味しい料理出してあげたいってなった時に、その思いでこういう料理を作ったんですよっていうのを僕がどれだけ伝えれるかで、
貝作りましたっていうのと、貝めっちゃ頑張って作りましたっていうのとでは、食べる側の思いもそうですし、いや農家さんがあって毎朝6時に起きてまず牛の世話からしてって、子供の世話をした後にその後朝ごはん作った後に取ったお野菜なんですっていうのとではやっぱちょっと違うのかなっていう。その僕らは最後の最後にお客様にその商品を出すっていう最後のバトンを渡す、そこに行き着くまでのストーリーをどれだけ最後の接客の中でのトークに入れれるか、思いと中に入れれるかかなって思ってるんで、特になんかその中でのプロセスみたいなものはなくて、自分の中で何を大事にしてるかなのかなと思ってて、そしたらたまたま飲食店向けにそういう大会があるよっていうから僕がそれに出ただけで、実はあれ接客ナンバーワンコンテストではないんですよ。実はあれサーバーワングランプリって言うんですよ。サーバー、接客の S ではなくサーバーの S でサービスとか営業職もそうですよね。製薬会社とかの MR 職の人たちもそうですけど、まあそういう人たちに向けてとかっていうものでもあって、要はこの人にまた会いたいかどうかっていうのをその瞬間で見極める、判断するっていうのを競う大会なんで、僕初めましての人たち相手に話をして、またその人たちが会いたいって思ってくれたから多分僕はそこで1位になれたのかなと思うんですけど、だから全然分かんなくて、その接客の極意とかそういうことじゃあ、ここの接客の極意はそれってことね。その人をどれだけ知れるかかなっていうのはあります。僕の中ではそれをすごく大事にします。その時のその人の一挙手一投足はめちゃめちゃ見てます。人間観察なんですかね、結局。だから僕の中ではそこまで意識したことはあんまりないんですけど、どれだけ興味持てるかかなっていう人にだと思います。常連さんって、例えばですけど必ず毎回ビール、おつまみこれとこれとか、これはもう僕のいつもの仕事終わりの晩酌セットなんだっていう人がいるんですけど、その日はちょっと元気なかったりとか、たまにその会話の端々で今日嫌なことあったんだなって思ったら、じゃあちょっと今日はお酒控えときましょうとか、昨日飲み過ぎたんだよねとかってトークの中でそれが分かれば、いつもはちょっと油物多いセットだけど今日はちょっと淡白な感じにしとこうかなとか、なんかそこでいつものルーティンかもしれないけど、その人にとっては今日はちょっと特殊な日だったとしたら変えてあげたりとか、じゃあその人が今日いいことあったからすごいウキウキで入店あったらそれに合わせてあげたりもいいし、その時にコミュニケーション取って、いや実は俺昨日誕生日だったんだよなんて言われたら、もうさりげなくなんか僕らで何か誕生日お祝いできるようなシーンを提供してあげたりとか、なんかそこはすごく大事にしてます。やっぱり同じ人でも僕らもそうじゃないですか。今日財布落としたんだよなとか今日嫌なことあったんだよなってなった時はちょっとそっとしておいてほしいけど、でもたまたま入ったお店でそれを分かってくれる店員さんがいたら、まあそんな日もあるかって思えるのか、それともそんな時に嫌な対応されたら、いや本当今日最低な一日だったなで一日終わっちゃうのか。だから僕はなんかどちらかというと、どんなことがあっても、いやまあ今日も良かったなって思ってもらって最後寝るって思ってもらえたらゴールかなって思ってます。これはメニューなんですか？そうです。うち日本酒の種類が豊富なんで、毎日印刷し直してるんですよ。そしたら今日来た人が明日来ても楽しめるじゃないですか。いや確かに。そのためにうちはもう毎日日本酒を更新して、あ今日こんなのあるんだって、逆に言うとあれですけどね、今日来た人が、あこれ今度飲もうって思っても、もう飲めないんですよ。明日には変わるんで。だそういうのも大事にしたいなと思って。大会みたいなのが始まったのはいつなんですか？去年の6月、もうそろそろだから来年度の S1 がもうエントリーが始まってるんですけど、6月から一次予選が始まって、多分来年の3月ですね、きっと来年の3月までで4次予選までやるんですけど、で決勝大会で優勝者が決まるらしいんですけど、長かったです。最初そこまでいくと思ってなかったんで。大根の味噌漬けとセロリとたらこと、これがべっこう卵って言って卵の黄身だけを味噌につけたお漬物です。おでんの大根を普通に作って、その後にその染みたおでんの大根に衣をつけてサクッと揚げちゃうんです。人気だし巻き卵ですね。ありがとうございます。
いただきます。どうぞ。メイン。うわ。あ、ですよ。お、なんかもっちりしてるんですね。そうです。これ片栗粉でやってるんで、へー表面はめっちゃ美味しい。これうまいんですよね。そのタイプめっちゃ人気なんですよ。本当だ。おでんの味の。そうなんですよ。おでんの味しっかり。ちょっと面白かった。ちょっとちっちゃいサイズにしてきましたよ。ありがとうございます。だし巻き卵のだしって、はい、やっぱりだしでおだしのだしですよね。そうです。そして、はい、居酒屋さんって結構だしの量ってみんなどこも似たり寄ったりで、だいたい120ぐらい。まあ普通多分100ないぐらいなんですよね。100cc ぐらい入れるんですけど、うち140ぐらい入れるんですよ。いやすごいだしの風味っていうか香りがかなり結構シャバシャバになるんで、その分プルップルになるんですよね。お口合います？めちゃくちゃ美味しいです。美味しいですか？あ、よかったです。めちゃくちゃ美味しいです。よかった。食べ終わっちゃう寂しさが残るくらい美味しい。内ポケット入れてってください。本当これ味濃いんで、少しずつ少しずつ食べてもらえたら。味噌に漬け込むことによってその水分がどんどん抜けて旨味だけがこう固まっていくんですよね。そしたらこういう感じになって、うちではべっこう卵って言ってるんですけど、これめちゃめちゃ人気です。僕らも僕らでこういう思いを持って商品提供するじゃないですか。だからもちろんそういう人めっちゃ好きなはずなのに、出会う人が残りの 98. 何%の人たちが「あ、これ安いんで」みたいな「これ安いからほら」って言って渡されて、安いから僕らも買ってはもののめちゃめちゃ物悪かったりとかして「いやこれちょっと使えないでしょ」みたいなものもあったりとか、あとはせっかくそういう人たちと関わったとしてもあまた多くいる取引先の一つっていう、だからなんか扱いも適当というか、確かに安いからお店のこう利益にはつながりやすいかもしれないけど、じゃあ結局人だしなって考えたらちょっと高くても自信持ってそういうことを伝えれるんだったら絶対そっちの方がいいなと思って。でも現にやっぱそういうのが多いんでちょっと難しいですよね。そういう人たちに出会えたらこっちもそういうつもりで付き合えるんですけどね、その出会いがないのがやっぱ難しいです。一目じゃ分かんないじゃないですか。すんごい言い方あれですけど、漁師さんって見た目めっちゃ怖いからみんな怖いと思っちゃうんですよ。でも喋ってみたらめっちゃいい人とか優しかったりとかするじゃないですか。見た目通りの人もめっちゃいますけど、一目で見てパッと漁師さんとかの顔見た時にあの人絶対優しいみたいな、心に熱い思い持ってるとか絶対無理だから、結局は話さなきゃいけないんですけど、なかなかそういうのができないんで、対人との仕事ってやっぱそこが難しいです。すんごい優しくて物腰低くて、よしじゃあこの人から商品買おうって言って商品買ったと思ったらなんかすっげえ雑なものを渡されたりとか、これ商品なんないじゃんみたいな。必ずしもなんか物腰低くて優しかったらいいかって言ったらそうじゃないんですけど、でもなんか結局は僕らも選べなかったりもするんで、でうちの会社は本当おのおのの個人の付き合いの中で信用できるとこと契約させてもらってるんですよ。だからうち飲食店って大体お酒の仕入れって大体2社ぐらいなんです、酒屋さんって。でもうち15社と契約してるんでだもうそこでそれぞれの人たちと交流を持って、でじゃあここからはこのお酒買おうとか、ここからはこのお酒買おうって言って、毎回買い出しめっちゃ大変ですけど、やっぱ一応条件とかもあるので毎月このぐらい買わなきゃいけないとかであるからあれですけど、でもそれでも安心してそこから仕入れれるんだったら絶対そっちの方がいいなと思って、もう全部関係性です。うちは僕バイト時代長かったんで、しょうがないかもしれないですけど、業者さんバーッと来て「店長さん」みたいな「店長さんこうだこうだあであで」みたいになってる時に店長さん不在でした。で店長いなかった。で僕アルバイトでその業者さんが店長目的で来ました。来た時が一番僕シンプルに本性分かるなと思ってて、で「あ今日店長いないんです、すみませんアルバイトの僕います」みたいな。そしたら店長の時に関わってる雰囲気とアルバイトっていう人間の接し方が全然違うんですよ。あバイトなんだみたいな、こうだからよろしくみたいな。いやいいんですよ、僕より年上だしでもってなんだろう、同じ会社だはずだしって、店長だから偉いとかアルバイトだから弱いとか
そういう力関係が好きじゃなかったり、だから僕が店長になった時にはちゃんと平等に人とは関わりたいし、アルバイトの子たちを守りたいって思ってたから、だから僕の関わってる業者さんの中でアルバイトの子に対して存在に扱ったりとか、例えばあとはいないっていう感覚でも話する。目の前にいるのに一言挨拶すればいいのに「こんにちは」とか言ってくれればいいのに、もうまっすぐその人に挨拶、アルバイトの子に挨拶しないで僕の方に挨拶来るみたいな人がいたら、もう絶対契約しないですって僕はもう言っちゃうんですよね。いやってなんでうちのスタッフに挨拶できないんですかって、僕がすごい可愛がってて僕が信頼してるスタッフになぜあなたは何も挨拶できなくて僕に挨拶するんですかって、目の前にいますよって、そこはめっちゃ大事にしてます。だからそういう魚屋さんとか農家さんと出会いたいし。こっちリゾットね。でこっちパスタね。一人一人こうやって書いてるんです。はい。すごい。常連さんだったら毎回内容は変えてやってます。一つちょっと聞きたいことあるんですけど、はい、いいですか？何個でも。S1 グランプリの実際参加したきっかけっていうのはあったんですか？接客って答えないじゃないですか。はい、スポーツみたいに頑張ってる姿を常に見れるわけでもないし、なんか得点があるわけでもないし、なんか点数制でも何でもないじゃないですか。はい、一番答えがないものだと思うんですよ。でも誰かの記憶に残る仕事ってなった時に、接客って結構その中に入るもんだと思ってて、はい、今結構全部デジタル化されてるじゃないですか。オーダーも QR コードでとか、要は人がやんなくても成り立つ商売っていうものがだいぶできてきてて、なのにじゃあなんで接客業ってなくならないのかなって思ったら、結局人がみんな好きなんですよね。人に接客をされることに何か価値を感じてるからだと思うんですよ。って考えたら、僕それ S1 の大会の時も言わせてもらったんですけど、はい、誰でもできることじゃないじゃないですか、はい、接客ってそういう部分では。それをちゃんと一つの指標として、もしああいう大会があるんだったら出て、自分の接客は本当に通じるのかなって、誰かの心に自分っていう存在は残せれるのかなっていうので、ちょっと試してみようっていうのでチャレンジしたのが一つと、もう一つはやっぱ正解がないから、うちの今の働いてる学生の子たちが僕に怒られたりとか、嫌だなってバイト嫌だなとかってなりながら、これから社会人になっていくんですよ。社会人なんてアルバイトの頃に比べたら僕からしたら簡単だと思ってて、いらっしゃいませ。かいお願い。どうぞ。何種にします？わかりました。かなり珍しいお酒ご用意してますので、ぜひ考えてみてください。失礼します。この巻きね。はい。はい。じゃあきんぴらごぼうの方の、はい。なんもなんか自覚なくていまだにないんですよ。へえ。なんかみんなすごかったんですよやっぱり。1150人のエントリー者の中から最終的に12人になったんですけど、みんなすごすぎて、あ、その話し方あったなみたいな、その言葉の言い回しあるなみたいな、今度使おうみたいなのがあったから、正直僕選ばれると思ってなくて、だから優勝はみたいになった時に僕もう自分だと思ってないから、もう誰だろうっていうのをこうやって見てたんですよ僕も一緒に。したら僕の名前呼ばれたからってなって、だからもう別に僕の中でまだ実感が何も湧かないです。全然嬉しかったですけどね、もちろん。あと親が見に来てくれてたんで、なんか親孝行できたかなと思って、おばあちゃんもわざわざ空港まで足腰悪いのにお迎えに来てくれて、でその時トロフィーあったんですけど、ちょっと今日持ってきてないんですけど、明日持ってくるんですけど、トロフィー持たして重たいねなんて、孫日本一になったよみたいな、このトロフィー漬物石にしてって言ってできるかって初めて、その時初めて声大きく言われてできるかって言われて多分これからなのかなと思います。なんか逆に1年かけて S1 やってましたけど、今まだ取って2ヶ月ぐらいですけど、今のこの2ヶ月間の方がめっちゃ悩んでます。僕がそれを取ったってことで来るお客さんがいるんですよね、初めてうちに。ってなった時に
僕はもうめちゃめちゃみんなのことを可愛がってきて自慢な部下たちなんですけど、いやS1取ったんだからあんたたちもそれぐらいできるでしょみたいな目線ももちろんあるんですよ。やっぱちょっとハードルが上がっちゃうっていう部分では、いやどうやってみんな教えていこうとか、やっぱ新しくこう人材育成だったりとか後輩育成みたいなものが悩みでもあるし、やっぱ僕自身も自分で頑張ろうって思ってたところが、これからちょっと視点が変わってくるので、そういった意味ではまた一つの難関が。ありがとうございます。またありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて。またよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。一個だけ最後にお聞きしたいんですけど、今後お店をどういうふうにしていきたいとか、なんか自分どういうふうにやっていきたいなとか。お店はもうこのままでいいなって思ってます。別にお店がどうこうというよりかは、ここに来るお客様がどうなりたいかかなと思ってて、今日みたいに今日来た人たちが、じゃあもうちょっと今日ご飯食べて明日も頑張ろうになるのか、あ今日も終わったなってお風呂に浸かる感覚で来られるのか、なんかいいことがあったらご褒美で何かいいもの食べようかななのか、それをこのお店の在り方を決めるのはお客様なんで、僕は逆に変わっちゃいけないなと思ってて、そういった意味でも良くなるわけでもないし、かといって悪くなるわけでもない、今来てくれてるお客さんが明日来ても変わらない、1年後2年後3年後来ても変わらないっていうお店をずっと維持し続けることが大事だと思ってて、僕個人で言うとやっぱり飲食の印象っていうのは全然まだまだずっとグレーで、前よりは良くはなりましたけど、もっともっと良くなると思うし、もっと輝いていい世界だと思ってるので、それをもっと広げれるように、これをきっかけにもっといろんな人に飲食、もちろん食っていうものに興味を持ってもらって、人と関わることってすごい楽しいんだって、接客じゃなくても、っていうのを感じてもらえたら嬉しいなって思います。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、ということで撮影終わりました。今日のね高架下鴨志屋さん、接客態度日本一ということだったんですけども、まあ素敵でした。はいね、どういった接客をするのかなっていう感じで見てる方もいたかもしれないですけども、接客っていうのは対応力ってことですね。はい、コミュニケーションを大切にして、その人一人一人を見ながらその人に対しての対応サービスをするということで、めちゃくちゃ共感しました。はい、僕も撮影する時に一応そういったことをね気をつけながら、はい、人とは接しているんですけども、それをね実際にお仕事の中で落とし入れて、来てくれたお客さんはもちろんですけども、スタッフも笑顔で働けてるっていうところがね本当に素敵だと思いました。また食材に対する思いとか一次産業に対する思いとかもすごい素敵でね、お持ちだったので、いろんな一次産業者、素敵な一次産業者とこういった事業者をつないでいきたいなと思っております。またこういったね、思いのある飲食店さんだったり、すごい経営をしている方だったり、そんなところの取材またしていきたいと思いますので、また見てくれたらなと思います。今日も最後まで視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。